はい、皆さんおはようございます。ゆりこです。今日はですね、今朝の6時の羽田空港にいるんですけど、これからね、友達の結婚式で四国のね松山空港に向かいたいと思います。最近ね結婚式ラッシュなんですけど、今回はね友達が、徳島で結婚するということで、結婚式自体はあさってなんですけど、全然泊してね、四国をね観光して回りたいと思っています。めっちゃ楽しみ四国はね、実はあんまり観光したことがないので、すごい楽しみなんですけど、レンタカーをしたので、ちょっとあいにくの今日天気なんだけどレンタカーをしたので、それでね車で回りたいと思っています。さて、まずは羽田空港第一ターミナルの保安検査場を通過していきます。実は今回 PR の案件のため小さな小型のドローンを持っているのですが、ドローンを運ぶ際、スーツケースではなく手荷物として飛行機に持っていく必要があります。今回ね、何回も確認していましたが、無事にね、保安検査場を通り抜けました。今回のね、飛行機はなんと朝の7時10分発でした。なのでね、朝は実は鎌倉駅4時57分発のね、電車に乗って空港に向かいました。そのね、おかげもあってか、5時54分くらいには空港に着くことができ、ある程度ね、余裕がある状態でした。JAL に乗る予定なんですけど、2ヶ月以上前からチケットを取っていたので、往復でね、だいたい200ドルくらいかなって思います。悪くないですよね。JAL の飛行機楽しみです。さあ、搭乗口で私が乗る飛行機を待ちたいと思いますが、なんだかね、可愛らしい飛行機もたくさんいました。これはミャクミャクとのコラボ飛行機ですかね。なんとね、ガンダムともコラボしてます。すごいね、情報量が多いなっていう風な感じですけど、こうやってね、もう朝の7時前からね、日本にやってくる飛行機を眺めていたんですが、なんとこれエアフランスでしたね。みんなね、パリからこうやって日本にやってくるんだなって思って、ちょっとね、数ヶ月前の自分を思い出していました。さて、お腹が空いてしまったので、朝ごはんを食べていきたいと思います。コンビニでね、いろんなお弁当があって悩んでいたんですが、お水とね、おむすびを買いました。本当はね、梅のおむすびをね、買ったと思って食べたんですけど、なんとね、このおむすびの中身は鮭でした。ちょっとね、裏切られたって感じで、頭の中困惑してびっくりしてるんですけど、鮭も好きなので問題ないですね。さあ、いよいよ出発の時間になりました。一日にね、空港に100本以上も飛行機が来るにもかかわらず、こうやってね、毎回お見送りをしてくれるのは本当に嬉しいですよね。思わずね、動画を撮ってしまいたくなりました。さあ、松山空港にやってきました。天気はあいにくの雨ですが、友達と合流し、レンタカー屋さんにこれからバスで向かいます。さっきまでね、羽田空港ですごくね、いい天気だったのに、こっちはね、大雨でびっくりしました。バイバイです。福島、違った愛媛これから、車で向かいます。下灘駅に向かいます。ウケる。最初の目的地は下灘駅。JR の電車の中でも私がずっと見たかった景色です。あいにくの雨でね、本当に残念ですけどね。本当に残念でしたけど、思い出には深く残りそうだなって思いました。
こんだけね、雨が降ってる四国って珍しいんじゃないかなって思ったりしています。でもね、こんな感じの雰囲気になってて、すごいエモいですよね。もう目の前がね、海で、すごいジブリ感あふれる駅で大好きでした。さて、空港からね、駅まで40分ほど運転してきたので、お腹が空いてしまいました。愛媛はみかんの生産地としてよく知られています。私はね、みかんジュースの飲み比べセットを頼みました。あとはね、じゃこ天と呼ばれるね、魚を天ぷらにした、食べ物も注文しました。どっちもね、すごく美味しかったです。これね、お店の2階がね、こうやって休憩所になってるんですけど、ほとんど人がいなくて最高でしたね。かなりね、のんびりしてしまいました。美味しかった。めっちゃ。またまた。元気出た。元気出た。さて、次の目的地に向かいます。次の目的地は先ほどの場所から2、30分ね、車で運転した伊予大須駅と呼ばれる駅です。四国には本当にね、たくさんの可愛い電車が走っているので、今回の旅を通して皆さんにお見せできると嬉しいなと思います。さて、2時間ほど運転して松山に戻ってきました。愛媛には本当にたくさんの魅力があります。先ほど言ったみかんの他に、宇和島と呼ばれるエリアには、この鯛めしが有名です。またね、坊ちゃんという小説の聖地にもなった道後温泉というエリアがあるんですが、この道後温泉は調べたところによると、実は3000年も前から温泉があったと言われています。まあね、愛媛はできれば車があるといろんなところに行けるけど、なくても電車である程度ね、楽しめるエリアなんじゃないかなって思います。これはね、その坊ちゃんをテーマにした謎の仕掛けがある時計台ですね。すごいね、多くの人がこの時計台の前でスマートフォンを持ってね、撮影していて、なんか面白いなーって思いました。はい。ここは道後温泉の古い建物になります。今はね、2025年ですけど、このね、西暦ができるよりもっと前からね、人々がこのエリアでね、温泉に入っていたなんてびっくりですね。ようやくね、この時間になると雨が止んできて傘をささなくても良くなりました。ただね、もう今日朝一日中朝からね、雨だったんですね。この時間はもう4時か5時ぐらいなんですけど、まあね、ほとんど雨で、まあ、ようやくね、晴れてくれてよかったなって感じですね。ただね、もう寒いのとお腹が空いているのとでね、とりあえずお店に入って、お茶をすることにしました。これはね、タルトと呼ばれる、このエリアで有名な、お土産のお菓子を天ぷらにしたかなりギルティーなね、スイーツになっています。値段はね、数百円ですが、信じられないほど美味しかったです。甘さとね、しょっぱさのコンビネーションが最高でした。ぜひね、道後温泉に行ったら皆様このタルトの天ぷらを食べてほしいです。
さて、ここ道具温泉では数千円でね、伝統的な温泉に実際に入ることができます。今回ね、私たちは、金欠かもしれないですけど、いろいろね、理由があり、温泉には入らなかったのですが、無料でね、楽しめる足湯があるとのことで、足湯にやってきました。本当にね、寒かったんですけど、足湯がね、本当にあったかくて、体中がね、ポカポカするくらいね、効果があったかなって思います。そしてね、ここは天空の足湯というね、名前が付けられているくらい、眺めも最高で、寒い中でね、入る温泉ってやっぱり最高ですよね。これがね、無料で楽しめるなんて本当に、最高でしたね。はい。さて、夜の道後温泉の雰囲気はこんな感じになっています。夜になってもね、かなり賑やかで人がいっぱいいました。さて、道後温泉からバスのようなね、路面電車に乗って松山に移動していきます。これなんかね、みきゃんって言われるゆるキャラとね、この伊予鉄道の、電車がコラボした電車になっていて、すごく可愛いですよね。値段はね、210円で、時間は15分程度になっています。松山はね、本当に交通の便がいいのがいいですよね。さあ、夜ご飯はやっぱり海鮮が美味しいところに行きたいよねということでね、口コミがね、多いお店にやってきました。お刺身の盛り合わせと天ぷらの盛り合わせ、そしてね、ナスの揚げ浸しを食べました。本当にね、初めての女子旅だったんですけど、2人でね、本当に楽しめたんじゃないかなって思います。マイマイがね、いつも、美味しいレストランをチョイスしてくれたおかげで、食べ物も美味しかったし、本当にあいにくの雨だったんですけど、すごくね、思い出に残る旅になりました。明日はね、もっと長いドライブが待っているので、早く寝てドライブに備えたいと思います。今日もね、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。